韓国でとても騒がれていたバーニングさん事件、ことがとても大きくなって複雑でしたよね。今日はここで簡単に解いていきたいと思います。SNS に警察の民間人集団暴行及びバーニングさん集団暴行というタイトルの書き込みが掲載されました。文を書いたキム・サンギョは11月24日にクラブバーニングさんを訪ね、そこでセクハラを受ける女性を見つけて救うと、警備員から集団暴行を受けました。彼はその後警察に通報しましたが、出動した警察はクラブ側の言葉だけを聞き、自分を加害者に仕立て、さらには暴行までしたと主張しました。そこでこのクラブの運営者がビッグバンのスンリだということが分かり、議論はさらに激しくなりました。中国人女性2人がバーニングサンでキム産業からセクハラを受けたと主張し、警察に告訴しました。しかし彼女らはバーニングサンの関係人物であることが明らかになり、そのうちの1人は VIP の顧客管理担当の中国人女性アナであるということが分かりました。MBC ニュースデスクがバーニングサン暴行事件の防犯カメラを公開しました。事件当時撮られた映像には、警備員たちが一人の男性をクラブの外に引っ張り出し、クラブ理事長がこの男性を暴行する姿が映っています。暴行を受けているのはキム・サンギョ氏であり、彼は肋骨3本が折れるなどの全治5週間の傷害を負いました。翌日には警備員が薬物に酔ったようなある女性を荒っぽく引っ張っていく場面が撮られた防犯カメラが公開されると、これに似た被害に遭ったとし、いわゆるレイプドラッグ疑惑を提起する女性が次々と登場しました。彼女らはバーニングサンの職員が麻薬を流通し、これを利用した性犯罪が起こっていると主張しました。これに対してソウル地方警察庁広域調査隊は、警察との癒着、性犯罪、麻薬取引などについて本格的に調査に着手しました。麻薬流通の疑惑を受けたアナが警察に召喚されました。毛髪検査で麻薬の陽性反応が出て家宅捜査した結果、成分のわからない液体ボトル数本と白い粉が出てきました。また、バーニングサンのイムーホ代表と営業社長のハン氏の毛髪からも麻薬成分が検出されました。同日スンリは様々な議論の中でも予定されていたコンサートを敢行しました。昨年7月、未成年者をバーニングサンに入れたという通報がありましたが、警察が手加減したという疑惑がマスコミを通じて提起されました。バーニングサン・イムーホ代表が元警察官のカン氏と彼の部下、医師を通じて警察に2000万ウォンの賄賂を渡していたという供述が出たと伝えられました。カン容疑者は未成年者の出入りもみ消し疑惑について金を受け取ったり請託したりしたことはないと否認しました。スンリとユリホールディングスの代表であり、女優パクヒョンビルの夫として知られているユ氏、職員のキム氏などが交わした会話の内容が公開されました。そこでスンリと職員キム氏はよくしてくれる子という言葉を使い、性的接待が可能な女性を探すような驚愕的な会話を交わしました。ですが本人に確認した結果、該当記事は捏造された文字メッセージで構成されており、事実ではないと直ちに釈明しました。スンリは結局、性接待の斡旋と麻薬疑惑などについて説明すると、ソウル地方警察庁広域調査隊に自ら出席しました。警察はスンリを相手に各種不法行為に関与しているかどうかなどを集中的に取り調べました。ソウル地方警察庁のサイバー調査隊は、スンリを性売春、斡旋などの行為の処罰に関する法律違反の疑いで立件しました。このためスンリは参考人から被疑者に転換されました。警察はスンリのカカオトークの内容を分析した結果、性的接待に関した事項があり、被疑者として立件したと明らかにしました。スンリが引退宣言をしました。また、同日にチョン・ジュニョンと関連した論争が起きましたが、チョン・ジュニョンが過去女性との汚い隠し撮り映像を盗撮した後、知人たちがいるグループチャットに直接流布した事実が伝えられました。スンリ、チョン・ジュニョン、ユリホールディングスのユインソク代表などが参加したチャットルームで隠し撮りした映像を共有したのをはじめ、歌手チェ・ジョンフンが飲酒運転の報道を防ぐために警察にお金を渡して請託した状況が捉えられました。波紋が広がるとチェ・ジョンフンは FT アイランドを脱退すると同時に芸能界からも引退しました。
容疑を固くなに否認していたハイライトのメンバーヨン・ジュンヒョンも、チョン・ジュニョンが送った映像を見たと認め、グループ脱退を発表し、すぐ軍隊に行きました。そして CN ブルーのメンバーイ・ジョンヒョンも、不法映像を共有しながら不適切な話をしていたことを認め、謝罪をしました。チョン・ジュニョンが拘束令状実質審査を受けるためにソウル地方裁判所に出席しました。彼は全ての疑いを認めると謝罪しました。裁判所はチョン・ジュニョンが犯罪事実を訴明し証拠隠滅の恐れがあるとして拘束令状を発行しました。バーニングさん事件が発生して以来初の逮捕事例です。次は、ロイ・キムとエディ・キムが性関係の不法撮影物を掲載したグループチャットに参加していたメンバーであることが明らかになりました。二人は警察庁に出席し、わいせつ物を流布した行為一件を認めました。ですが該当淫乱物を直接撮影はしていないと明らかにしています。14日、スンリが2016年に自分が運営していたクラブ、モンキーミュージアム職員の弁護士費用に充てるため、ユリホールディングスのお金1000万ウォンを横領したというニュースが伝わりました。当時 DJ として活動していた職員が泥酔した女性に性的暴行を加えた容疑で調査を受けました。スンリはクラブのイメージに影響を与えるため、弁護士費用を支給したと容疑を否認しました。そして警察はパーティーに参加した一部の女性たちを調べる過程で、実際に性関係があったという陳述を確保しました。風俗店の従業員は他人の指示を受けずに自発的に性関係を持ったと供述しましたが、警察は売春が行われたと疑っています。スンリとユリホールディングス代表のユインソクらが参加していたグループチャットで警察総長と呼ばれているユンソウケイがユインソク代表から計4回ゴルフ接待を受けていた事実が確認されました。また、ユンソウケイはユ代表と計6回食事をし、そのうち4回はスンリも同伴していました。警察によると4回のゴルフ費用はすべてユ代表が出していたそうです。数回食事をユンソウケイが出したことが確認されますが、癒着関係はこれ以上否定できない状況です。拘束令状の発給が有力とみられるユインソク代表が日本の事業家に性的接待を提供していた容疑を初めて認めました。大衆は注目すべき点はホテル代4000万ウォンをスンリが YG の法人カードで支払っていたと想定しています。単なるスンリ個人のお金ではなく大企業である YG エンターテイメントのお金が性的接待に一部流れたとされています。もちろん YG は強く否定しています。ある単純な暴行事件から始まったバーニングさん事件はもはや何が問題だったのか見当もつかないほど大きくなってしまいました。その過程で明らかになったことはどんな形であれ処罰されなければならないでしょう。大韓民国を沸かせたバーニングさん、この事件の終わりはいつ見えてくるのでしょうか。進行経過を見守っていきたいと思います。